字はずんだもんなのだ。ついにみかんこが実装されたのだ。みかんこは出張することも多いくらい超優秀な効果を持ったテーマなのだ。この動画でみかんこの使い方を分かってもらえたら嬉しいのだ。まずみかんこは反射ダメージを与えるのが特徴のテーマなのだ。みかんこモンスターは共通効果を持っていて、戦闘破壊されず戦闘ダメージは相手が代わりに受けるのだ。みかんこモンスターは攻撃力が0なので、ステータスの高い相手モンスターに特攻することで共通効果によって相手にダメージを与えるのだ。みかんこ下級モンスターは装備カードを装備してないとダメージの反射が起きないことには注意なのだ。逆にみかんこ儀式モンスターは装備カードを装備していなくてもダメージを反射することができるのだ。この違いは忘れがちなのでよく覚えておくのだ。続いてみかんこモンスターの固有効果について見ていくのだ。現在実装されているみかんこモンスターは4体。最初に紹介するのはこちら。展開する上で最重要な大姫のみかんこなのだ。丸1の効果は手札のこのカードを相手に見せることでみかんこカードを何でもサーチできるのだ。この効果で必要なみかんこを持ってくるのが展開を広げる上ですごく大事になってくるのだ。大姫のみかんこは儀式モンスターなので、儀式の準備やアークでクレアラーの効果でサーチすることが可能なのだ。展開を始めるためにとにかく大姫のみかんこを手札に加えられるようにするのだ。丸3の効果は墓地の装備魔法をフリーチェーンで魔のモンスターに装備させるというものなのだ。展開用の装備魔法を装備させて展開を伸ばしたり、妨害用の装備魔法を装備させて相手の展開を邪魔したり、すごく役立つ効果を持っているのだ。展開の補助から妨害まで器用にこなすのが大姫のみかんこなのだ。次にみかんこ下級モンスターを紹介していくのだ。みかんこ下級モンスターは晴れ、耳、風利の3種類がいて、それぞれが展開補助、妨害、耐性付与の役割をしているのだ。晴れは装備魔法をサーチする効果を持っているのだ。展開用の装備魔法をサーチすればみかんこをどんどん横に並べていけるのだ。みかんこでワンキルしたいときは複数体のみかんこが必要なので、展開を伸ばせる晴れを中継するプレイングが必要になってくるのだ。もちろん状況に応じては晴れで妨害用の装備魔法をサーチしてもいいのだ。ミニは装備カードを装備しているとき、相手ターンに相手モンスターを奪うことができるのだ。みかんこでは貴重な妨害カードになるのだ。自分のターンにあらかじめ2を出しておくのでもいいのだけれど、後で紹介するみかんこトラックカードを使って相手ターンにリクルートすることが多いのだ。最後のみかんこ下級モンスターが風利なのだ。実はこの風利が一番強くて展開では最優先に出すモンスターなのだ。丸2の効果では場のみかんこカードに対象耐性を与えることができるのだ。この対象耐性はみかんこモンスターだけでなくみかんこ装備魔法にも付与されることに注意なのだ。この対象耐性は多分みんなが思っている以上に強力なのだ。これについては後で詳しく説明するのだ。丸3の効果ではみかんこトラックをサーチでき、このみかんこトラックがみかんこのメインの妨害となるのだ。以上がみかんこモンスターたちなのだ。続いてみかんこ魔法を紹介するのだ。今回採用したみかんこ魔法は速攻魔法1枚と装備魔法4枚なのだ。伝承の大みかんこは2つの効果を持っていて、丸1は手札のみかんこを召喚条件を無視して特殊召喚する効果なのだ。召喚条件を無視できるので儀式モンスターの大姫をそのまま出せるのだ。速攻魔法なので装飾する G にチェーンしたりセットして相手ターンに使えたりするのも頭に入れておくといいのだ。丸2には墓地効果があって、デッキからみかんこカードを墓地に落とせるのだ。墓地効果があるみかんこカードを落としたり、装備魔法を墓地に落として大姫で拾ったりできるのだ。大姫と相性がとにかく良いので、大姫のサーチ先は大体このカードなのだ。ここからみかんこ装備魔法を紹介していくけど、まずはその共通効果に触れておくのだ。それは効果破壊耐性を付与するというものなのだ。こ
ここで思い出してほしいのがみかんこモンスターの共通効果と風利の効果なのだ。みかんこモンスターの共通効果には戦闘破壊耐性があり、風利の効果には対象耐性があるのだ。つまりこれらのカードが揃うことでデッキによっては突破が難しい硬い盤面になるのだ。みかんこはワンキルとか高校まくりのイメージが広まっているみたいだけど、僕個人はこういう耐性の硬さを押し付けていくデッキだと思っているのだ。話がそれちゃったけど、みかんこ装備魔法の固有効果を見ていくのだ。みかんこのアラベスクはみかんこの強さを表している最強の装備魔法なのだ。効果を要約すると、装備モンスターを手札に戻し別のみかんこをデッキから特殊召喚できるのだ。リクルートしたみかんこにはアラベスクがそのまま装備されるので、装備魔法が装備された時に発動するみかんこの固有効果をすぐ使うことができるのだ。ポイントなのは相手モンスターに装備する使い方なのだ。知らない人もたまにいるんだけど、ルール上装備魔法は相手モンスターにも装備できるのだ。なのでアラベスクは相手モンスターをバウンスしながらみかんこを展開できるカードというわけなのだ。特に怪獣で相手を除去した後、アラベスクでその怪獣を使い回すなんてことも覚えておいた方がいいのだ。みかんこのいざナイロンドは相手モンスターのコントロールを得る効果なのだ。高校まくりで強いのは言うまでもないのだ。また装備魔法を相手モンスターに装備できる大姫の効果またはみかんこトラップと合わせれば妨害としても使えるのだ。場にみかんこモンスターがいなくなるとコントロールが戻ってしまうのには注意なのだ。みかんこ舞踊迷わし取りは主に2つの効果があって、第一にみかんこが戦闘を行ったダメ捨て終了時に場のカードをバウンスできるのだ。永続トラップなどのカードも除去できるし、ダメ捨て時の効果なので相手が防ぎづらいのだ。そして第2の効果がもっと大事で、墓地効果によって墓地のみかんこを蘇生しつつこのカードを装備できるのだ。蘇生しながら装備するので装備時に発動するみかんこの固有効果も使えるのだ。しかもこの効果で装備したモンスターは場から離れた時に除外されるけど、迷わし取りは場から離れてもそのまま墓地に行くので何度もこの墓地効果を使うことができるのだ。最後に紹介するみかんこ装備魔法はみかんこの弔いなのだ。手札墓地からみかんこを特殊召喚する展開カードなのだ。相手の墓地からモンスターを釣り上げてみかんこが攻撃する的を作り出すこともできるのだ。みかんこカードの紹介としては最後にみかんこトラップを紹介するのだ。みかんこのちぎりは手札デッキからみかんこを出しつつ手札墓地から装備魔法を装備させられるのだ。基本的には2を出して相手のコントロールを奪う妨害をするのだ。もし妨害として使わずに済んだ時はハレを出すなどして展開にも使えるのが強みなのだ。みかんこ神比べはデッキから2の装備魔法を装備させるカードなのだ。妨害として優秀なだけでなくみかんこ以外の装備魔法に触れる貴重なカードなのだ。ただし場にみかんこがいないと使えないのには注意なのだ。リソース回収できる墓地効果も持っており、さっきのみかんこのちぎりより優先したいトラップなのだ。ここでみかんこの先行展開を紹介するのだ。基本的に大姫プラス手札コスト1枚から展開するのだ。大姫の効果を発動、伝承の大みかんこをサーチし、その後手札を1枚墓地へ。伝承の大みかんこを発動、手札の大姫を召喚条件を無視して特殊召喚するのだ。墓地の伝承の大みかんこの効果を発動、デッキからアラベスクを墓地へ送るのだ。さらに大姫の効果を発動しアラベスクを装備、アラベスクの効果を使い風利をデッキから特殊召喚。風利に装備カードが装備されたのでみかんこトラップをサーチ。これで展開終わりなのだ。一見物足りない盤面だけど、戦闘破壊耐性、効果破壊耐性、対象耐性のある風利は突破が難しく、みかんこトラップの妨害と残り手札4枚で戦っていけるのだ。さてお次はドラグマギミックを紹介していくのだ。みかんこが出た時の OCG 環境とは違い、マスターデュエルでは天帝の人が無制限なのだ。歴
クストラデッキを使わず動くみかんことドラグマは相性が非常に良いのだ。今回は天帝の使徒1枚から動く展開を見ていくのだ。まずは天帝の使徒を発動。デッキからガルーラを落としエクレシアをサーチなのだ。墓地に送られたガルーラの効果を発動して1枚ドロー。エクレシアを出して効果発動。マクシムスをサーチ。手札のマクシムスの効果で墓地のガルーラを除外して特殊召喚。マクシムスの効果発動。エクストラデッキからアークでクレアラーを墓地に送るのだ。アークでクレアラーの効果で大姫をサーチしてここでみかんこの展開につながるのだ。高校なら天帝の人からのトスを落として盤面除去もでき、先攻後攻問わず強力なカードなのだ。ドラグマギミックをまとめるとこんな感じ。1枚から多くのアドバンテージを稼げてさすがの強さを感じるのだ。他の相性の良いカードを見ていくのだ。遠征騎士ローラン、フリーチェーンで装備できるカードなのだ。相手ターンに場のみかんこに装備することでみかんこの固有効果の起動を狙うのだ。また羽ほうきなどで装備魔法を剥がされてしまった時、このカードを装備させることでみかんこが装備魔法をつけてないという状況を回避するのだ。丸2の効果では装備魔法をサーチできるのだ。諸刃の剣などみかんこでない装備魔法をサーチできる貴重な手段になりうるのだ。そしてローランの一番のポイントは増援に対応しているところのだ。増援のサーチ先をハレとローランの2択に増やすことで状況に応じた柔軟な対応ができるのだ。諸刃の剣、攻撃力を2000アップし戦闘ダメージをお互いに受けるようにする効果なのだ。みかんこの戦闘で自分が受けるダメージは相手が受けるので実質戦闘ダメージを2倍にしてしまうのだ。例えば相手に攻撃力2000以上のモンスターがいるならそのモンスターに諸刃の剣をつけてみかんこで攻撃すればそれだけで8000ダメージを与えられるのだ。もう一つの使い方として自分のみかんこに装備することが考えられるのだ。みかんこを使っていると少し知っている相手はあえて場に何もモンスターを出さないことがあるんだけど、そういう時は諸刃をつけたみかんこで攻撃すれば4000ダメージになるのだ。相手につける場合、自分のみかんこにつける場合の2通りをよく覚えてほしいのだ。うどんの斧は効果無効にできる装備魔法なのだ。大姫や神比べで相手につけることを想定しているのだ。みかんこの妨害は盤面除去ばかりなので貴重な効果無効になるのだ。攻撃力が1000アップするというのもワンキルをする上ですごくありがたいのだ。アルダンピールヴァンパイアシュリダン、ランク6のエクシーズなのだ。持ち主が相手のモンスターをレベル6の素材として扱うことができるのだ。みかんこにはコントロールダッシュが多いのと大姫がレベル6なのですごく相性がいいのだ。頭から抜け落ちがちで注意したいのは全ての素材が相手モンスターでもいいのだ。例えばいざナイロンドで奪ったモンスターと霊使いの効果で蘇生したモンスター、レベルがバラバラでもシェリダンを出せてしまうのだ。相手のモンスターを奪った時はシェリダンの存在を常に頭に入れておくのだ。それではここで対戦例を紹介するのだ。これから4つの対戦を紹介するけど一つ一つ伝えたいことが違うからぜひ全部見てほしいのだ。1試合目は正統派のみかんこの高校まくりを見せるのだ。ということで高校でスタートなのだ。相手はフェンリルからスタート。フェンリルでフェンリルをサーチしているのだ。ここまでじゃ何のデッキかよくわからないけどここでダイヤが見えたので相手は残機なのだ。スモールワールドでサーキュラーをサーチしてここからいつものサーキュラー展開。とりあえず G を打ったけどうららに止められてしまったのだ。ここからやることないので一旦早送り。フェンリル、リングリボー、超会場の妨害とヒートソウルのドローがある盤面、ここからめくっていくのだ。天帝の使徒を発動。ヌトスを墓地に落としてエクレシアサーチ。ヌトス効果で超会場を割りに行くのだ。当然相手はその超会場を発動。墓地のサーキュラー、シグマ、ダイヤを蘇生して
3体でラプラシアンをエクシーズ召喚。ダイヤを素材にしているからラプラシアンは効果無効の効果もついているね。処理後にラプラシアンの効果が発動してキハンデスをもらうのだ。これはラッキー。いらない天帝の人が墓地へ。続いてエクレシアの特殊召喚効果。これに合わせて相手は G だね。 G が通るのでこちらはワンキルするしかなくなったのだ。テンミルでエクレシア除外されるけどこれはありがたい。さらにマクシムスを出そうとするも相手はラプラシアンで無効。ドラグマしか見せてないから相手はこちらのデッキが分かってないみたい。儀式の準備から大姫を持ってきて、ここから大姫書道の基本展開なのだ。伝承をサーチしてその伝承で大姫を特殊召喚。墓地の伝承の効果でアラベスクを墓地へ。さらに大姫の効果でアラベスクをフェンミルに装備。アラベスクの効果で風利を出してフェンミルをバウンス。これで対象耐性もつくので勝ちは近いのだ。バトルフェーズに入ってみかんこで攻撃し、これでワンキルなのだ。ドラグマギミックと大姫の展開によるみかんこの王道の勝ち方についてよくわかる対戦だったのだ。続いて2試合目はみかんこの体勢の強さについて注目してほしいのだ。今回もこちらが高校だね。手札誘発はないけどなかなか良い手札が揃っているのだ。相手はクシャトリアユニコーンから。続いてセアミンを召喚。相手はパンクだね。どうやら展開が長そうだから早送り。見えている妨害はバロネスの何でも無効、ドラガイトの魔法トラップ無効、デンジャラスガブのモンスター効果無効、ローカストキングのモンスター効果無効、クシャトリアユニコーンのエクストラデッキ除外とクシャトリラバースによる後続確保かな。まずは様子見の儀式の準備。ここは通って。続いて不動の斧で妨害を吐かせていくのだ。相手はバロネスで無効。今度は天帝の使徒を発動。これはドラガイトで止められるのだ。いよいよ大姫のみかんこから展開なのだ。アラベスクをサーチしてかぶっている大姫を墓地へ。ここでユニコーン効果によってエクストラが除外されるけど気にしない。アラベスクをドラガイドに装備してドラガイドをバウンスしつつ風利をリクルート。風利効果でみかんこトラップをサーチ。ここでバース効果を使われるけどこれも気にしない。持ってくるのは神比べなのだ。手札の迷わし取りを装備して風利でバロネスを攻撃。反射ダメージ3000を与えつつ迷わし取りでバロネスをバウンス。神隠しをセットしてターンエンド。神比べの1妨害だけで大丈夫かと一見不安かもしれないけど、場の風利は戦闘破壊されず効果破壊されず対象にも取れないので、パンクデッキの回答札としては怪獣を採用していてそれを引くかアーゼウスで吹き飛ばすくらいなのだ。あとはサロス、エレス、グルヌギアスとかかな。もし怪獣を引かれたらそれは仕方ないけど、アーゼウスやサロス、エレス、グルヌギアスなら神比べで対処するのだ。相手はなんだか色々しているみたいだけど、こちらの風利に困っているみたいなのだ。ディアブロ室の裏側除外でデッキ内の装備魔法を除外されたら嫌だったけど、これはなんとか回避。神比べを温存できたのでバトルフェーズに神比べを発動し、フェンミルにもロハの剣を装備させ、これで8800ダメージ与えて勝ちなのだ。後で相手のデッキを見たけれど、こちらの耐性持ち風利を突破する手段はなかったのだ。みかんこの強さは強力な耐性にあるということを分かってもらえたと思うのだ。3試合目の伝えたいテーマは特攻にこだわる必要はないということなのだ。今度はこちらの先行なのだ。そういえば言ってなかったけど、僕はみかんこの強さはその体勢にあると思ってるので普通に先行を取るのだ。まずは増援からハレをサーチ。続いて天帝の人からドラグマ展開なのだ。ガルーラを墓地に送って1枚ドロー。アラベスクを引けたのは嬉しいね。
エクレシア召喚からマクシムスをサーチし、墓地のガルーラを除外してマクシムスを特殊召喚。マクシムス効果でアークでクレアラーとウィンドペガサスを墓地へ。なんと相手はナトスとガルーラを採用してたのだ。相手はドラグマトからリリンスとかかな。アークでクレアラーでは大姫をサーチ。その後アラベスクをエクレシアに装備して、エクレシアをバウンスしつつフーリをリクルート。フーリ効果で神比べをサーチ。続いて大姫からみかんこの基本展開。伝承をサーチしてそのまま発動。大姫を特殊召喚。伝承の墓地効果。ここではリソースとして惑わし鳥を墓地へ送ってるのだ。みかんこトラップをセットしてターンエンド。なんとここでラブアゴーレムが飛んできたのだ。相手は4伏せ。ここでみかんこのちぎりを使っておくのだ。ハレを出しつつアラベスクを装備して、ハレの効果でホムラマイをサーチ。ターンが返ってくるのだ。とりあえずアラベスクから動いてみるのだ。フーリを出して耐性付与だけはしておくのだ。さて相手の場は空いているけどどうするか。答えはリンクでワンキルを目指すのだ。ホムラマイで横に並べていくのだ。とここで天竜接続。これは防げないから仕方なく G。 それに対してビッグウェルカム。これはさすがにうららで止めるのだ。効果処理。天竜接続は対象を取らない除外だから、対象耐性を付与していても除去されてしまうのだ。ホムラマイの処理で手札のハレを特殊召喚。ハレで迷わし鳥をサーチして装備。その後ヒータとハレでリンク召喚。この時迷わし鳥が墓地へ行ってるのはポイントなのだ。出すのはセレーネ。ドラグマが魔法使いなのがすごく大切なのだ。セレーネ効果で墓地のエクレシアを蘇生。そしてセレーネとエクレシアでアクセスコードトーカーなのだ。リンク3を素材にしているので攻撃力は5300へ。ここまで来たらないと思うけど包容がちょっと怖い。片方は自伝承壁で、もう片方も割っておくのだ。ここで墓地の迷わし鳥の効果なのだ。墓地のハレを蘇生。手札のモロハを装備して、アクセスで5300ダメージ、ハレで4000ダメージなのだ。最後のモロハは G の効果でドローしたものだけど、神比べが残っていたから引いてなくても勝ちだったね。この対戦では反射ダメージでの勝利にこだわらなくていいということが分かってもらえたと思うのだ。リンク召喚でアクセスを狙ったり、モロハを自分のみかんこに装備すればいいのだ。最後の4試合目は対みかんこでの注意喚起なのだ。こちらの先行からスタート。相手はクシャトリアを警戒してスタンバイで G。 結構動けそうな手札なので、これはうららで止めるのだ。まずは儀式の準備から大姫をサーチ。もはや見慣れてきたと思うけど、大姫からの基本展開なのだ。対みかんこがテーマの試合なので少し雑談すると、対みかんこへのうららの打ちどころは大姫かアラベスクのどちらかなのだ。フーリを出されたら終わりなのでアラベスクは絶対止めなきゃいけないんだけど、その前戦闘破壊、効果破壊耐性持ちのモンスターが残るのだ。除去手段が豊富ならアラベスクまで待って確実に止めて、除去が苦手なデッキなら裏目覚悟で大姫で止めてしまうのがいいのだ。そんな間に盤面は大姫とフーリ、神比べなのだ。なんと相手はここでターンエンド。対みかんこだから盤面を空にした方がいいと思ったのか、単純に動けなかったのかわからないけど、もし前者ならそれは大きな間違いなのだ。というのもこの通り、ホムラマイで墓地の手札誘発を蘇生されてしまうからなのだ。しかも神比べが残っているので、モロハを引っ張ってくれば簡単にワンキルなのだ。確かに盤面を開ければ特攻はできなくなりそうだけど、墓地にモンスターがいればホムラマイで蘇生されてしまうのだ。さらに言うなら、一つ前の試合のようにリンクで展開されたり、モロハをみかんこに装備して攻撃されたりするので、特攻されなければいいというわけではないのだ。対みかんこをするときはどうすべきなのか慎重に考えてほしいのだ。以上がみかんこの解説になるのだ。みんなもみかんこで勝ちまくってね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。またね。